通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ジェイソン・ステイサムの新作映画からの話題になります。今回もうね、すっかりお馴染みとなっております、ジェイソン・ステイサムのアクション映画。この新作が、海外ではね、先週末に公開されたんですが、なんとですね、この公開日の前日に、この映画の前編がリークされてしまいました。じゃあこれをリークした犯人は誰なのか。なんと、Amazon プライムだったんですね。これにより、現在ね、この映画のバイヤーが激起こしているということですが、現在この映画の1週目終了いたしまして、その興行収入とロッテントマトのスコアも出てまいりました。本日はね、このあたり詳しく見ていければと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん、来ますよ。ステイサムの映画が。ね、好きな方も多いんじゃないかなと思います。ステイサムといえば、アクション映画ですよ。もうね、しっかりと自身のジャンルというのを確立しているこのステイサムですが、海外ではですね、先週末に、このジェイソン・ステイサムの新作アクション映画が公開になりました。するとですね、日本の方でもね、ご存知の方いるかもしれませんが、この公開の前日、これがですね、Amazon プライムから全編リークされてしまったんですね。というか、ストリーミングされてしまいました。で、これによりですね、現在、バイヤーが激起こしておりまして、じゃあこのリークが興行収入に影響したのか、その1週目の興行収入出てまいりましたので、この映画の評価も合わせてね、本日詳しく見ていければと思います。映画のバイヤーが激怒、Amazon がジェイソン・ステイサム主演の大作、ミューティニーを劇場公開前に誤って流出、数百万ドル規模の問題だ。ということで早速ですが、こちらですね、映画のタイトルになります。ミューティニーとあります。こちらが本日のキーワードになります。Mutiny。集団、特に兵士や船員が命令に従うことを拒否したり、権力を持つ者から支配権を奪おうとしたりすること。ということでね、こちらのミューティニーというのは、反乱という意味になります。で、一般的に反乱と言いますと、こちらですね、rebellion。こちらを使うことが多いんじゃないかなと思いますが、これが一般的な反乱ね。このミューティニーというのはこちらにもね、ありました。兵士や船員がこの上官に対してね、反乱を起こす。こういったね、少し範囲の限られた反乱のことを指しているんですね。なので、反乱全般を指すワードというよりは、部下が上官からその指揮権を奪おうとする行為。こういうタイプの反乱だと思ってください。で、そこでね、皆さんにちょっと気をつけていただきたいのは、このね、ミューティニーという今回のタイトル、英語圏以外の方が、ミュニティ、つまりこの T と N が逆になっている単語、ミュニティとして、この映画のタイトル、勘違いしてしまってるんですね。だからこちらね、実際のポスト見てみても、こちらね、おなじみリバーさん。ここね、ミュニティになってるんですよ。で、この方ね、アカウント見てみると、ウガンダの方のようですが、ミュニティということで、こちらもそうです。ミュニティ。日本の方ですね。ミュニティなのか、ミュニティなのか、というような形で、多くの方がね、このタイトル勘違いしてしまってるんですね。じゃあこれね、ミュニティになると、どういった意味になるのかっていう話なんですが、福田ね、これ、聞かない単語なので、ちょっとね、調べました。するとね、こちら、自由、安全、免疫と、このように出てきまして、ここにね、コとありますね。つまりね、これ古語です。現代では使わない英語ということですね。なので今回のね、ジェイソン・ステイサムの映画公開に伴い、急に古い英語を使い出した日本人になってしまわないように、皆さん気をつけてくださいね。今回の映画のタイトルは、ミューティニーです。ということで、こちらは、映画バイヤーが激怒。Amazon がジェイソン・ステイサム主演の大作、ミューティニーを劇場公開前に誤って流出。数百万ドル規模の問題。これね、一応日本では、もう配給ね、松竹で決まっているということで、2027年公開予定となっているようです。なので、このタイトルがね、どのような放題つくのか、このままでいくのか、反乱になるのか、ちょっとね、注目しておくといいかもしれません。Amazon は、ジェイソン・ステイサム主演の最新大作アクション映画、ミューティニーを劇場公開の数日前に、プライムビデオで誤って流出させてしまい、苦境に立たされている。今週初め、通常は予告編が表示される、プライムビデオの商品詳細ページに、誤って映画本編が掲載されるミスが発生し、数時間にわたって視聴可能な状態になっていた。ということで今回ね、こちらでは何が起きたかと言いますと、まずはね、こちらの映画ですよ、ミューティニー。それがこちらもうね、皆さんお馴染みとなっております。ジェイソン・ステイサムが主演で、その他にはね、こちらにありますが、このね、アナベル・ウォールスが出てるんですよね。これはね、ちょっとプクタ嬉しい。ホラー映画ではね、結構お馴染みの女優さんですが、アナベルとかね、これ主演してました。これね、たまたま女優さんの名前と同じなんですが、これ偶然の一致です。アナベルに主演していたのが、アナベルという女優さんだったというね。あとね、すっかりね、ユニバーサルにとっては黒歴史となってしまいました。トム・クルーズ主演のマミーですね。プクタね、あれすごく好きだったんですが、ねダメだったんですよね。いやなんとかね、あれヒットして、ちょっとユニバースね、頑張ってもらいたいものでしたが、あれにも出てましたね。あと、ジェームス・ワンのね、マリグナント。これにも主演しておりまして。
まあ割とね、プクタの好きな映画結構出てるんで、今回ね、こちら出てくれたの嬉しい。ちなみにこの人の夫はセバスチャン・スタンです。バッキーね。先月2人の間に子供が生まれました。で、ざっとね、あらすじ見ていきますが、やっぱりね、これ、船を舞台にした映画となっておりまして、このジェイソン・ステイサムが、元警察官の特殊部隊員。もう、この時点で、この映画面白いでしょ。で、現在は、とあるね、億万長者のボディーガードをしているということで、もう素晴らしいですね。で、もともとですね、この映画、今年の1月に公開を予定していたんですが、これが延期されたんですね。で、7ヶ月の延期を経て、こちらにありますが、8月の21日にようやく公開されたと。すると、この一般公開日からは2日前、この前日がね、プレビュー公開となっているので、この前日です。なんと、この映画ですね、前編が Amazon プライムでストリーミングされてしまったんですよ。公開前に。そりゃ、バイヤーも怒るでしょ。仕方ないですよね。で、これがですね、数時間だったとか、1時間だったとかね、いろんな報道がありまして、ネットではね、数十分だったんじゃないかと、こんな話もあるようですが、いずれにせよ、これが公開され、見事、海賊たちにこのデータが渡ってしまったと。加入者たちは自分たちが見ているものが信じられなかった。そりゃそうですよね。あるユーザーは X にこう投稿している。ジェイソン・ステイサムの新作映画、ミューティニーを今、Amazon で無料で見てる。これって、絶対とんでもないミスだよね。うちの近所の映画館では、今週から上映予定になってるんだけど、別のユーザーはこう投稿した。Amazon で誰かクビになるぞ。ジェイソン・ステイサムの新作映画、ミューティニーを、劇場公開の前日にプライムにアップしちゃってるんだから。でね、今回のようなリーク騒ぎというのは、これね、今回が初めてではありません。そもそもね、ジェイソン・ステイサム出演の映画で言いますと、エクスペンダブルズ3、これリークされましたよね。で、これはね、ニコラス・ケイジの映画になるんですが、現在もね、全く収束する気配のない、こちらですよ。ネットフリックスがね、このニコラス・ケイジの映画を買うか買わないかで、試写のためにデータを預かっていたんですね。すると、このネットフリックス、このデータをなくしてしまいました。盗まれてしまったというんですね。で、こちらになりますが、この映画のプロデューサーがね、ネットフリックスを1億500万ドルで提訴しています。で、これ現在もですね、このプロデューサーとネットフリックスでバチバチとやり合っておりまして、その日本人の感覚であれば、ネットフリックスがね、ごめんなさいをして、で、和解金を払って終わりそうなもんでしょ。現在このネットフリックス、お前がデータを暗号化してなかったのが悪いんだろうと言い出しておりまして、盗まれたことは盗まれたけど、これに賠償責任を負う義務なんかないんだということで、この訴訟をですね、泥沼化しています。これさすがですね。で、今はね、ネットフリックス、こんなのただの恐喝じゃないかと、このようにプロデューサー側を非難したため、このプロデューサーですね、さらにここに名誉毀損も追加いたしまして、今後ね、争っていくということのようですね。一応ね、このプロデューサー側は、ネットフリックスはね、このデータが暗号化されていないというのを知って受け取っていたということで、ここが争点になっているようですね。ということで、基本的にね、こういうことに関しては、てこでも謝らない海外勢ですが、現在のところね、この Amazon に関しましては、特にね、これに関して声明を出していないということです。これもすごい話ですよね。だからこれがどういったミスだったのか、そしてこれに対してどのような対策をするのか、どういう風に賠償するのか、これら一切発表していません。ライオンズゲートは今週末、これつまり先週末ですね。このアクションスリラーを全米の劇場で公開する予定で、今回の件に非常に不満を抱いているとされる複数のバイヤーのうちの一社だ。本作に近い複数の情報筋によると、映画はすでに複数の地域で海賊版が出回っているという。これはライオンズゲートにとって問題だが、公開時期がさらに遅い。一部の映画バイヤーにとっては、より大きな問題になる可能性がある。情報によると、この誤配信トラブルが明らかになる前日のフランスと中東での公開は、好調なスタートを切っていたという。ということでね、これが先週末のお話になるんですが、週がね、明けまして現在、ボックスオフィス出ているということなので、こちら見ていきたいと思いますが、現在ね、こちら、ドメスティック、国内しかね、まだ出ていないんですが、750万ドルということですね。で、これね、まだ海外での興行収入出ていないので、日本に至ってはこれ公開来年でしょ。まだまだどの辺に着地するのかというのはわかりませんが、これね、バジェットが4000万ドルかかってるんですね。なので、正直ね、決していい数字ではないですよ。かなりね、低調なスタートになってしまったということなんですね。で、これはね、この間も伝えておりまして、ジェイソン・ステイサムの新作、制作費4000万ドルのアクション映画が興行収入で壁にぶつかる。というようなことで、今回のね、この新作映画、現在の推移だけを見ていると、かなり低調なスタートになってしまっていると。このような結果になってしまったようです。
ただですね、一応言っておきますと、これね、こちらデッドラインも伝えているんですが、元々のボックスオフィスの予想が、決してこれ高くなかったんですよね。なので、このリークっていうのが、影響した結果このようになりましたとは言えないんじゃないかと。ただこれに関してはね、予測なんて、あくまでも予測でしか過ぎないので、じゃあリークはなかったことにしようねとはやっぱり、スタジオ側としてはならないですよね。だって予想をはるかに上回って大爆発する映画なんていくらでもあるわけでしょ。このね、デッドラインに関しては、こちらね、記事書かれてるんですが、これがリークされていたのはね、数日でも数週間でもない、たったの数時間だったんだと。で、もともとこの予想というのは低かったんだから、今回のリーク、興行収入には影響していませんと。いうね、かなりね、不可解な記事となっておりまして、ちょっとかわいそうだなという気はしますよね。ではこちらね、気になる方も多いんじゃないかなと思います。ロッテントマト。現在ね、オーディエンスも出てきましたので、見ていきましょう。こちら、オールクリティクス 51%、トップ 42%、ベリファイドオーディエンス 86%、オールオーディエンス 79% ということで、いい感じに仕上がってます。これは多分ね、面白いですよ。デッドラインがね、辛く当たってるというのもこれが原因なのかなと思いますが、非評価は気に入らない。オーディエンスは大好きというようなバランスですね。これあくまでもジャンル映画なんで、観客全般に受けてるというよりは、ステイサム好きにちゃんと受けてる。受け入れられている。ファンの期待にはある程度応えてますと。現在このような評価になっています。こちらね、映画のニュースアカウントをこれを伝えています。はははは。一体どうやったらこんなことが起きるんだよ。Amazon から取れるだけのお金を徹底的に絞り取ってほしい。プライムビデオは本当にひどい。ゴミだよ。2026年は間違いなくリークと海賊版の年だ。この人ね、爆笑と。その下ね、おっとって言っておりますが、実際にこの引用欄でも、こちらのね、リプ欄でも、本当に見れたよとか、ダウンロードできたよって方がね、結構いて、その映像なんかもここに上げられているんですね。なので皆さんこれがね、公開前に見れてしまったということに驚いているというような状況になっています。こんな事態は前代未聞だ。と、激怒した海外バイヤーの一人は語った。とんでもない大失態だ。こんな状況は今まで一度も経験したことがない。はっきりしているのは、これは Amazon にとって数百万ドル規模の問題だということだ。バイヤーたちはこの問題を解決するために、Amazon が保証金を支払うことを期待しているだろう。はい、ということで本日はですね、ジェイソン・ステイサムの新たな主演アクション映画ミューティニーが公開の前日に Amazon プライムビデオで無料配信されてしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。実際のところね、現在興行収入出ておりますが、これに海賊版の影響があるのかどうかというのは、もう測ることができません。デッドラインはね、影響ありませんでしたという形でね、記事出しておりますが、これ誰にもね、その影響度はわかりませんので、普通に考えればね、Amazon プライム側の責任問題になるんじゃないかなと思いますが、先ほどNetflixの例を見ていただくとわかる通り、海外勢というのはね、基本的にテコでも謝りませんから、もう謝ったら負けみたいなとこありますからね、これで今後泥沼の戦いになっていくのか、水面下でね、やり取りをして和解に至るのか、これがどうなっていくのかということですよね。日本では、松竹がね、これ配給となっておりまして、2027年公開、詳細な日付は決まっていないようですね。どうですか皆さん、この映画見たいですか？プクターはね、こういったアクション映画大好きなんで、ジェイソン・ステイサムの映画もね、よく見るんですが、ハマらない人にはね、もう毎回同じことやってるだけじゃんという方もね、いるかもしれませんが、それがジャンル映画なんでね、こういうもんだと思って楽しめる人もいるでしょうし、苦手なんだよねという方もね、いるかもしれませんよね。プクターはね、リアム・ニーソンなんかも大好きなんで、よく見てますが、この二人はね、永久に活躍しててほしい。ちなみにこのミューティニーのね、予告編というのが公開されておりまして、皆さん見ました？ちょっと概要欄に貼っておきますね。ぜひご覧になってください。これ、ザ・バットマンのオマージュでしょ？違います。Vengeance. I'm vengeance. そのあたりも含めて大変気になる映画ですね。皆さんは今回の件、どのように思われたでしょうか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。